4500年前、地球が今とは全く異なる姿をしていた頃、広大な砂漠の中に一つの王国が輝きを放っていた。古代エジプト、人々はファラオと呼ばれる王を神の化身として崇拝し、その命令のもと偉大なる建造物の数々が生み出されていた。その中でも最も壮大で今なお謎を抱えるもの、それがギザにそびえ立つ三大ピラミッド。建設したものは宇宙人であるという人も多い。しかし本日はピラミッドは人類が創造したと考え特集していく。見せてもらおうか、この世の真理とやらを。これほどの巨大な建造物をクレーンや重機のない時代に建設した人々の力、これはまさに苦労と呼んでもよい労働だっただろう。さて、この苦難の先に栄光はあるのか。ピラミッドの建立から我々は一つの大きな教訓を学ぶことができる。古代エジプトの人々がこのピラミッドを建設するために費やした努力と労力、それはまさに今の私たちにとっても重要なメッセージを伝えている。彼らは数十年という長い時間をかけ、一つ一つの石を積み上げ、最終的には世界に名を残す偉業を成し遂げた。大ピラミッドは彼らがどれほどの忍耐力と努力を持っていたかの象徴ではないだろうか。我々の人生においても同じことが言えるのではないだろうか。私たちが今直面している苦労や苦難、それはあたかもピラミッド建設のように一つ一つ積み重ねていくべきものである。そしてその積み重ねこそがやがて大きな栄光をもたらすと信じよう。時にはその目標は非常に遠くに感じられ、諦めたくなることもあるだろう。しかし忘れてはならない。ピラミッドが完成するまでには何年もの歳月がかかり、その途中で多くの困難に直面したことだろう。それでも人々は決して諦めることなく、最後までその目標に向かって突き進んだのだから。完成したぞ。ついに我々の栄光のピラミッドが、エジプトの象徴が。遠い昔の人々の偉業、科学テクノロジーもずっと進化しているであろう私たち現代人は、このピラミッドを現代の技術をもって再建設することができるのか。諸君はどう思うかね。その答えを知りたいのなら最後までご覧いただこう。2023年3月、時を超え、このピラミッドをめぐる新たな発見が世間を騒がせた。日本の研究チームが宇宙から降り注ぐ粒子を使い、大ピラミッド内の未知の空間を詳細に分析するというプロジェクトを実施したのだ。この技術を使うことで、私たちはまるでピラミッドの壁を透かしてみるかのように内部構造を把握することができたのだ。そして浮かび上がったのは、これまではただの廊下と思われていた空間が、実はピラミッド全体の重量を分散させ、下にある入り口を守るためのものではないかという驚くべき発見である。この発見は古代エジプトの建築技術がいかに高度であったかを再確認させるものであり、また新たな謎を投げかけるもの。現代の科学技術ですらまだ完全に解明されていないこのピラミッド、私たちは一体どれほどの奇跡に触れているのであろうか。4500年前のエジプト。この時代、人々は鉄を加工する技術もなく、車輪さえも使わなかったとされている。それでも彼らは 2.5 トンもの石を積み上げ、この巨大なピラミッドを完成させたのである。想像してみてほしい。現代であれば、クレーンやその他の重機があれば簡単にできるようなことを、古代のエジプト人たちは素手と簡単な道具だけで成し遂げたのである。これは私たちが考える以上に大変な作業だったことだろう。一つの岩は 2.5 トン。これを持つのも大変だと思うんだが、
一体あれだけの高さのピラミッド、何個くらいの石でできているんだ？ピラミッドを構成する石の数は230万個以上と言われる。その一つ一つが丁寧に運ばれ、積み上げられていった。多くの作業員が汗を流し、労力を尽くし、何年にもわたる建設が行われたのだ。さて、これほどの巨大建造物を現代の技術で作ろうとするとどうなるのだろうか。驚くことに、いくつかの試算によると、現代技術を駆使すれば、ピラミッドの建設ははるかに短期間で少ない労力で行えると言われている。まるでビルとかを建てるみたいに作れるというのか？エジプトの女王として有名なクレオパトラは紀元前69年生まれ、同じ時代を生きた古代ローマのユリウス・カエサルは紀元前100年生まれだ。どちらも現在より2000年以上前を生きた偉人だが、当時の彼らにとってもピラミッドは2000年以上前という大昔に建設された古い建物だった。もちろん当時のエジプトの人々の技術力は現代から見ると原始的であり、製鉄技術や重いものを持ち上げるクレーンはなく、運搬用の車輪すらなかったと考えられている。一体どうやって？やはり巨人なのか？詳しくは巨人伝説のお話を見てね。運ぶのもだが、まず石を削るための鉄を加工した鋼も存在していなかったのだ。柔らかい銅や青銅でできた道具を使い、ひたすら汗水を流し、削る。実際問題、この技術水準でどうやって大ピラミッドを建設できたのかは、未だに完全には解明されていないのだよ。大ピラミッドの大部分は比較的軽い岩石である石灰岩をブロック状にして積み上げてはいるが、内部にあるファラオのミイラを守る部屋は丈夫な花崗岩を使用している。しっかりと素材を分け、石切りをする作業も大変な苦労だっただろう。気が遠くなるな。一体完成までどれくらい期間がかかったんだ？諸説あるが、20年程度と考える科学者が多く、おおむね長く見て30年だと考えられているようだ。建設スタート時に生まれた赤ん坊も完成したらアラサーだな。成長途中に建設に協力したかもと思うとロマンだな。ここで謎がまた深まる。現代の感覚からすると工事期間には非常に長く感じるのだが、仮に1日8時間を工事に当てたとすると、工事の完成までが長い30年だとしても、なんと2分に1個のペースでブロックを設置する必要がある計算になる。2分だって無理だろう。重機もない時代にそんなことは絶対に不可能だよ。それに当時の人間の寿命は短い。ピラミッドはファラオの墓であることを考えると、長く見積もっても十数年で完成させる必要があるだろう。なぜなら建設途中で崩御してしまうことも想定しなければならない。まずそのような時間の制約、環境、技術不足の中、大ピラミッドはどのようにして建設されたのであろうか。運ぶのも大変だし、石をまず積み上げるのも大変だよな。人がやったとしたらどんな苦労なんだ。複雑な話になるが、材料となる石灰岩と花崗岩の多くは他の地域で加工されていた可能性もあるそうだ。船を使い運ばれて、石のブロックは大型のソリのようなものに乗せられ、大量の作業員に現地まで運ばれたらしいが、エジプトはご存知の通り、地面は砂地、大変な苦労だっただろう。あとは完成途中のピラミッドの上に石を持ち上げる必要があるのだが、頂上に行くにつれて作業場は縮小する一方だ。さらに石の大きさは頂上に行くほど長くなっており、複雑回帰としか言いようのない技だ。学者はピラミッドの下半分程度までは斜面が用意されており、
それ以降はピラミッドの外周にトグルを巻くような斜面が設けられていたのだという説があるのだが、どれも現実的ではない気が遠くなるような技法だ。現代の重機や機器を使えたならば別の話だがな。そうか。じゃあ現在のマシンを使えばピラミッドは簡単にできるものなのか？現在はすでに4500年後の世界だ。大ピラミッドのような巨大な建造物を建築した当時のような多くの作業員の力が必要だろうか。今から同じものを建設しようと思った場合、人類の進歩はいかほどなのだろうか。見せてもらおうか、この世の真理とやらを。まず建設する前には設計図が必要だ。大ピラミッドはただ石を積み上げればいいというわけではなく、内部にはいくつかの部屋とそれらをつなぐ廊下が通っている。過去動画のテスラのピラミッドの話で紹介しているから見てくれ。概要欄にもリンクを貼り付けておく。地下に存在する部屋も複数あるため、内部は非常に複雑であり、未だその全貌は明らかになっていないし、設計図もない。この時点で建設に行き詰まってしまう。前途多難だね。こんな長い歴史なのに中がどうなっているか全て解明されていないんだからな。しかし現代の人類はコンピューター上にピラミッドの 3D キャドを描くことができる。あくまでもまだ解明されていない部屋は割愛してだが、そして現在の建設技術はもっと進歩している。どの部分にどの材料を使用すれば強度が持つかなども解明できよう。設計段階の工数は大幅にカットできそうだね。さて 2.5 トンの石ブロックについてはどうだろうか。現代では石を自由自在に切削できる機械がある。ブロックのサイズを決めれば人の手を介さずともザク、いやロボットに任せることができるだろう。あとはビルの素材みたいにコンクリートを使えばいいんじゃないのか？しかし数千年経っても問題なく残るものを建設しようとしているのであれば、そのチョイスは NG だ。確かにコンクリートは簡単に輸送、成形も簡単だ。しかし経年劣化でひびが入りやすいことが知られているのだ。一般的なコンクリートの寿命は100年とされているらしいからな。そうか。あくまでも4000年経過しても形を残せるピラミッドとしてだからな。次に石の運搬と積み上げといこうか。最近の仮説ではピラミッドの石は水圧を使った水力エレベーターで持ち上げられたのではないかと言われている。垂直シャフトが水力エレベーターと化し、浮力を利用した一種の昇降機がピラミッドの中心部まで重い石を持ち上げていた可能性があるという。しかし当時のエジプトは現在と違って降雨量があったという説もあるが、実際そのような技術を古代エジプト人が考案し開発できていたこと自体が不思議であり、継続的に大きな石を繰り返し昇降できるほど潤沢な水量を備蓄できたかどうかも疑問である。現代はダンプ、ブルドーザー、クレーンという重機マニア垂涎のマシンが存在し、さらに最大積載重量80トン、そして最大到達点70メートルという素晴らしい性能を誇っている。この機器を使用すると当時とは比べ物にならない作業人数と工数でピラミッドを建設できるとは思わんかね。確かに。でもピラミッドの高さって70メートルより高くなかったか？鋭いな。そうだな。そこからが難関だろうが、超首長マシンクレーンの出番は上部の10メートルから15メートルあたりで使用するのが良いかもしれんな。すでに人類は東京タワー、スカイツリー、アベノハルカスはもちろん、
ダムの建設などで大ピラミッドと同等以上の建築物を何度も完成させているのだ。ピラミッドの解明されていない謎は無視したとして、建設は容易であると言える。そしてスピード感もある。難関であるダムの開発から完成まで20年もかかることはないであろう。後で述べる一つの問題を除いてはだ。そうなんだね。30年はかかったであろうピラミッドの完成は、現在ならどれくらいで完成するんだい？あくまでも予想だが、5年あれば大ピラミッドは完成する。作業員1630人から2580人。総工費は1250億円だ。これが古代エジプトのレートにすると、およそ4000億円という計算結果になる。そうか。貨幣価値は当時と違うもんな。そうだ。日本の黒部ダムの総工費の513億円は現在の貨幣価値で1兆円程度と見積もられているからな。ある意味、当時よくそんなお金をつぎ込んだね。素晴らしい回答だ。そこなのだ。確かに大型のダム以下の費用でピラミッドを建設できるし、技術力でも問題がない。しかし、先ほど私が述べると言った一つの問題がこれだ。古代エジプトではファラオを頂点とした絶対的な政権が敷かれており、ピラミッドの建設は宗教的な意味合いもあったであろうし、建設に対する反対は当時なかったのであろう。まず反対できなかったのだろうな。しかし現代はどうだろう。でかくなったな、小僧。愛ゆえに人は悲しまねばならぬ。愛ゆえに、愛ゆえに。敵はすべて下郎。ああ、市民から非難合々、反対デモになるかもな。そうだ。独裁者一人の人間のための墓をこれほどのリソースを投入してまで建設できるだろうか。大型ダムであれば多くの人間の豊かな暮らしのために役立つ建物だ。しかしピラミッドはどうだろう。実用性という面では極めて乏しいな。結論的に現代の技術をもってすればピラミッドは完成できるであろう。しかし現代においても人々の壮大なロマンを抱きしめたピラミッドの建設は不可能であると言えるだろう。よって過去のこの巨大な建造物は今の現代人が超えられない化け物なのだよ。現代に生きる私たちは常に目の前の結果を急いで求めがちではないだろうか。テクノロジーの進化により物事が迅速に処理される時代。しかし全ての成功が一瞬で得られるわけではない。エジプトのピラミッドがそうであったように、真の偉業は一歩一歩地道な努力を積み重ねてこそ実現するものである。大丈夫。そこまで辛いことばかりなのだと考える必要はない。100年にも満たない人生しか生きていない我々だ。ゆっくり行けばよいのだ。そしてもし今、君が何か大きな挑戦に取り組んでいるなら、そのプロセス自体が重要であることを忘れないでほしい。ピラミッドの建設も最初から完成形が見えていたわけではない。一つずつ積み上げる中で、その壮大な姿が徐々に明らかになっていったのだ。私たちもまた人生の中で自分の夢を実現するために同じように努力を積み重ねていこうではないか。そうだね。僕らももっと頑張って、このチャンネルの登録者さんたちに楽しんでもらわなきゃな。大ピラミッドは単なる石の建造物ではない。それは古代の人々が成し遂げた偉業であり、私たちに努力と忍耐の大切さを教えてくれる。私たちもまた目標を見据え、一歩一歩進んでいくことで、最終的には自分自身のピラミッドを
気づくことができるのではないかな。どんなに困難な道でも諦めずに進むことで必ずや栄光を手に入れることができるのだ。勝利の栄光を君に